皆さん、안녕하세요。今回は永久保存版のハングル講座です。この一本の動画で皆さんをハングルが読める人に変えたいと思います。それでは早速レッスンに入っていきましょう。動画の内容は大きく分けて、母音子音、パッチム、連音化、合成母音の4つの構成となっています。ではまずは母音と子音を見ていきましょう。韓国語は母音10個、子音14個の合計24個の文字から成り立っています。少し日本語と比べてみましょう。日本語はあ、い、う、え、おの5つの母音がありますが、韓国語は先ほど述べたように10個の母音があります。ここでわかるのが、韓国語は日本語よりも発音数が多いということです。ではここで問題です。皆さんは日本語のあいうえをかきくけこと数えていくと約何音ぐらいあるか知ってますか？そう、約120音と言われています。では韓国語は先ほどの母音10個、子音14個を組み合わせて何音ぐらいあると思いますか？びっくりすると思いますが、実は約3000音あると言われています。巷では韓国語は日本人にとって簡単と言われていますが、そんなに甘くはありません。でもしっかり学ぶことで、絶対にハングルは読めるようになりますし、冒頭でも約束したように、この一本の動画で絶対に読めるようになりますよ。それではまずは母音から見ていきましょう。韓国語の母音は10個。日本語のローマ字と同じように読んでみてください。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。ここで同じような音があるなと気づいた人がいるんじゃないでしょうか。そう、3番と5番のおの音。そして4番と6番のよの音。最後に7番と9番のうの音です。日本語では同じでも、韓国語では違いがあります。それではどのように違いがあるのか見ていきましょう。3番のおの音は、日本語のおとは違い、口を縦に広げたまま発音していきます。これは日本語にはなく、韓国語独特の音になります。少しわかりづらいので説明すると、皆さん一度あと言ってみてください。その時に口の形はどうなってますか？そう、口が縦に開いてますよね。その口の形でおと言ってみてください。どうですか？イメージとしたら、あとおの間の音が出てきますよね。また、韓国ドラマなどを見ていると、オンマやオンニなどとよく耳にしますが、あれと同じで、少し日本語のおよりも低い音、またはこもっている音になります。まあ最初はへーと思ってくれれば大丈夫です。次に5番のおの音は日本語のおと同じで口を尖らせて発音します。皆さんが普段使うおはようのおの音です。次に4番のよの音です。これは先ほどの3番のおと同じで口を縦に広げたままよと発音していきます。これもやはり低くこもった音に聞こえます。日本語にはない音ですので、あまり深く考えずに進めていきましょう。後々、音の違いや文字の違いが理解できるようになってきます。そして、6番のよの音です。これは日本語のよと同じで、口を尖らせて発音していきます。日本語と同じですので問題ないですよね。そして次に7番のうの音です。これは日本語のうと同じで口を尖らせて発音していきます。最後に9番のうの音です。これは韓国語独特の発音で、発音の仕方が口を横に広げてお腹から出すうの音です。ちょうどお腹が痛い時などにと言いますよね。そんな感じのイメージです。まとめてみると、3番、4番、9番の音が日本語にはなく、韓国語独特の音となります。何度か動画を見直して、まずは音の違いがあることを理解しましょう。
では最後に一緒に読んでみましょう。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。それでは次に子音を見ていきます。子音は先ほど説明したように、このように14個の音があります。ハングルは先ほどの母音と子音を組み合わせて初めて文字となります。母音だけの文字、子音だけの文字などはないので注意が必要ですよ。ではまず8番の丸の音を見ていきます。実はこの8番の子音は音がないので、母音と組み合わせた場合は、母音の音だけを読んでいけば大丈夫です。では実際にハングルを読んでいきましょう。この子供はどうやって読みますか？そう、あたすいであいとなります。次に、おたすいでおいとなります。皆さんはおいキムチなどを聞いたことがありますよね。では次の余裕ならどうですか？もう大丈夫ですよね。よたすゆで余裕となります。少し日本語と似てますね。どうですか？意外に簡単でしょ？ハングルはこのように母音と子音を組み合わせて読んでいけば簡単に読んでいけるようになります。では次からは子音にも音があるものを見ていきましょう。この音は K または G の音を持っています。どっち？と思った方が多くいると思います。この読み方も韓国語独特で、この音が一番前に来ると K の音、2番目以降に来ると G の音になると覚えておきましょう。例えば、この家具では、か、たす、ぐで、家具と読めば OK です。次に、こ、たす、ぎで、こぎ。皆さんもプルコギなどと聞いたことがあるでしょ？そう、韓国の焼肉ですよね。次に、野球ならどうですか？や、たす、ぐで、やぐとなります。このように、子音に音があっても、その子音の音を足して読んでいけば簡単に読めるようになります。次に、N の音を見ていきましょう。ぬ、たす、ぐで、ぬぐになりますし、な、たす、が、たす、よで、ながよ。次に、ぬ、たす、なで、ぬなとなっていきます。こんな感じでどんどん読んでいきましょう。次は T と D の音です。これも先ほどの KG の音と同じで、この音が最初に来ると T の音となり、2番目以降に来ると D の音になることを覚えておきましょう。では、行くを読んでみましょう。か、たす、だで、かだ。お、たす、りで、おり。く、たす、どで、くどとなります。次に R の音を見ていきましょう。う、たす、りで、うり。な、たす、らで、ならとなります。皆さんは、うりならって聞いたことがありますか？直訳すると、我々の国、すなわち韓国という意味になったりします。少し覚えておくだけでいつか役に立ちますよ。では続けて、ど、たす、ろで、どろとなります。このように韓国語と日本語って似ている単語がよくあることに気づくと思うんですが、もともと韓国も漢字を使う国ですので、ベースは同じなんですよね。漢字から韓国語を覚えられる動画もアップしていますので、概要欄から簡単、漢字から覚える魔法の単語本を見てみてください。びっくりするほど簡単に単語が暗記できますよ。では続けて M の音を見ていきます。きは、な、たす、むで、なむ。お母さんは、お、たす、も、たす、にで、主に。次に、こ、たす、ぐ、たす、まで、こぐま。2番目のぐの音が G の音になっていることも忘れずに覚えておきましょう。次に PB の音です。
to 足すぶで to ぶ。そう、スンドゥブチゲって料理名を聞いたことがありますよね。次に、な足すびでなび。パ足すだでパダとなります。次に S の音です。牛は一文字で、そう。次に、す足すしで寿司。か足すすでかす。そして次は CHJ の音に行きましょう。よ足すじゃでよじゃ。あ足すぼ足すじであぼじ。ちょ足すご足すりでちょごりとなります。そして最後の H の音です。ほ足すりでほり。ひゅ足すじでひゅじ。お足すふでおふとなります。これが子音の中の基本子音と言われるものです。ここで気づいた人はいますか？先ほどの子音の表に出てこなかった子音がありましたよね。実は子音は大きく分けて、基本子音、子音の激音、子音の濃音の3つからできています。ですので、今は基本子音を理解したということになります。それでは、残りの激音と濃音を終わらせていきましょう。ではまず、子音の激音からです。激音は読んで字のごとく、激しく息を出しながら発音していきます。基本子音で習った、チャ、カ、タ、パに似た、チャ、カ、タ、パです。発音も似ていますし、文字も似ていますよね。確か、これらの基本子音は、最初に来ると濁らなく、2番目以降に来ると濁る音になりましたよね。しかし、激音は全く濁らないと覚えておきましょう。また、わかりやすく、基本子音の方は、じゃ、が、だ、ばと濁らせて覚えると、激音との区別が簡単ですので、この方法で覚えてもいいかもしれません。この発音の違いは、教材や講師によっていろいろな説明がされるところですので、初心者の皆さんはあまり深入りせずに大まかに理解しておけば大丈夫です。それでは激音を読んでいきましょう。まずは CH の音です。唐辛子は、こ、たす、ちゅで、コチュ。コチュジャンって聞いたことありますよね。次に、き、たす、ちゃで、きちゃ。ち、たす、まで、ちまとなります。ちまちょごりなんかも聞いたことがある人がいると思います。次に、K の音です。く、たす、きで、くき。韓国語には音を伸ばす伸ばし棒などはないことも合わせて覚えておきましょう。次に、か、たす、じ、たす、ので、かじの。お、たす、く、たす、ぼで、奥ぼとなります。次は T の音です。と、たす、と、たす、りで、ととり。と、たす、す、たす、とで、トースト。と、たす、すで、トゥース。次は P の音です。ピ、たす、じゃで、ピジャとなります。日本人からすると少し赤ちゃん言葉に聞こえたりしますが、韓国語には座行がありません。ですので、韓国の人が日本語を話すと、ありがとうございますになったり、疲れたをちゅかれたと発音するのはこの理由です。続けて、こ、たす、ぴで、コピー。あ、たす、ぱ、たす、とで、アパートとなります。どうですか？これで激音は終わりです。簡単にまとめると、基本子音は濁って、激音は濁らないと覚えておけば理解しやすいと思いますよ。
それでは子音の最後のノ音を見ていきましょう。これさえ終われば母音と子音は完璧です。では解説していきます。ノ音は激音と同じで強く発音されますが、激音と違って息をあまり出さずに発音していきます。この音は日本語にはない音ですので、すごく難しいです。すぐにマスターできるようなものではないので、根気強く練習していきましょう。それではまず、激音とノ音を比べてみたいと思います。わかりやすく、ローマ字を使って実際にどれくらい発音に違いがあるか見てみます。か、が、た、だ、ぱ、ば、さ、さ、ちゃ、じゃ。どういうことってなりますよね。先ほども説明した通り、このノ音は日本語にない音なんで、日本人からしたらかなり難しい発音になります。でも、このノ音ができないと、韓国人には通じない韓国語になってしまいます。実際に、韓国に留学に行っている人たちでも、このノ音ができない人が多くいます。でも、まずはどのように発音するのか、口や喉がどのようになっているのかを最初から知っていることで、今後の韓国語の伸びが大きく変わってくるので、この動画を見ている人は、まず発音ができなくても、ノ音のイメージを知ってくれるだけで十分です。では、実際にどのようにノ音の発音を出していくのか見ていきましょう。まず、ノ音は、文字の前に小さいツがついているイメージで、喉を閉めて開くときに発音していきます。例えば、このゴリ、尻尾を例にとって見てみると、激音で習ったこの音の前にもう一つ K が足してあることがわかります。カタカナで比較してみると、激音ならこ、ノ音なら小さいつプラスことなります。日本語は一番前の文字に小さいつが入る文字がないので説明が難しいですが、練習方法としたら、例えば韓国のお酒、マッコリってありますよね。それを使って、マッコリ、マッコリ、オリ、マーの音を出さずに喉をぐっと締めてから発音していきます。激音は口から出す音なのに対して、ノ音は喉から出る爆発音とイメージしたら分かりやすいかもしれません。それではそれを頭に置いて最後のノ音を練習していきましょう。まずは KK の音を持ったノ音です。先ほども見ましたが、KKO プラス B でオリ、KKU 足すダでグーダ、あ足す KKA でアッカとなります。アッカのように、カのノ音の前に他の文字がある場合は、日本人からしても出しやすい発音になりますよね。日本語は小さいツを文字の間に挟んで発音するのが基本ですので、先ほどのアッカは、アとカの間に小さいツが挟まれることになるので、発音しやすくなってたんですね。それでは次に TT の音を見ていきましょう。またなら、TTO で、と。次に、牛年なら、そう足す TTI で、ソッティ。それでは3文字言ってみましょう。TTA 足すル足すダで、ダルダ。次は PP の音です。O 足す PPA で、オッパ。パ足す PPA 足すヨで、パッパーヨ。次に SS の音です。SSU 足すダで、スーダ。P 足す SSA 足すヨで、ピッサーヨ。では、これが最後の CCH の音です。CCHA 足すダで、ジャーダ。それでは4文字言ってみましょう。CCHU 足すグ足すリ足すダで、ジュグリダとなります。どうですか？一回聞いただけでは理解が難しいですよね。それでは最後にまとめてみたいと思います。イメージで覚えていくと覚えやすいかもしれません。
一番最初に習った基本子音のこの4つの子音は、最初の文字なら濁らずに、2番目以降は濁る。次に激音は濁らない。そして濃音は濁らずに、前の文字に小さいつが入る日本語にない音と覚えておけばわかりやすいかもしれないです。それでは、これで母音と子音は OK です。そして、このチャンネルでは、皆さんが日頃見てくださっている動画の内容をまとめた教材を販売しています。ハングルを覚えたい方から韓国語を学びたい方に合った内容ですので、購入されたい方は概要欄の教材購入をチェックしてみてください。また、メンバーになってくれる方も募集しています。メンバーには教材のプレゼント、限定動画などの特典があります。メンバー希望の方は概要欄からどうぞ。では次のパッチムに行ってみましょう。パッチムは多くの人が挫折してしまうハングルの第一関門です。では何が難しいのか。それは母音子音で勉強した子音が原因なんですよ。子音の数を覚えてますか？そう、子音は合計14個ありましたよね。その子音は実は別の場所にも置くことができるんですよ。文字は同じでも置く場所が変わることでパッチムという名前に変わります。もう少し詳しく見ていきましょう。ハングルは母音10個、子音14個の合計24個から成り立ってましたよね。実はこの14個の子音はパッチムの部屋にも置くことができるんですよ。図にあるように子音をパッチムの部屋に持っていくことで、もともとは子音という名前だったものがパッチムという名前に変わるんです。新しい文字が増えたわけではないので、難しく考える必要はないですよ。ではもう少しパッチムに親しみやすくなるように説明していきます。パッチムという本来の意味は敷物です。ですので、例えば鍋敷を考えてみてください。鍋は韓国語でネンビ、敷物はパッチムでしたよね。すなわち鍋敷はネンビパッチムと言います。他にも下敷きを見ていきましょう。本は韓国語でチェ、敷物はパッチムですよね。ですので、ノートなど本の下に敷く下敷きはチェパッチムとなります。少し分かってきましたか？パッチムっていうのは下に置くもんやねんなーってのがイメージできるはずです。パッチムはこれに由来して文字の構造を見たときに必ず下の位置に来ます。ではさらに詳しくパッチムの構造を見ていきましょう。ハングルは図の1から3にあるように母音子音を置いていきます。1番2番などの母音子音はすでに勉強済みですよね。その母音子音の下のパッチムの部屋に子音をさらに置くことでパッチムになってくれます。3番のような形のハングルもあるんですが、それは後半の合成母音のところで詳しく見ていきます。ですが、3番の文字も子音をパッチムの部屋に置いてあげることで同じようにパッチムとなります。この図を見てわかるようにパッチムは必ず文字の下に来るということです。では実際に読んでみましょう。この文字を見てください。皆さんは母音と子音はすでに読めるので、あまでは読めるはずです。その文字の下に N のパッチムが入ることで、アンと読んでいきます。このようなイメージでパッチムを読んでいけば難しくないですよ。でもここで気づいた人がいるんじゃないでしょうか。そう、子音は14個あったんですよね。すなわち、パッチムは14個あるということです。もちろんそのパッチム14個にはそれぞれ独自の音を持っています。今からさらに14個の音を覚えるのは大変だと思うので、私が半分の7個に分類して説明していきますので、頑張って7個だけ覚えてください。まあ14個よりはマシですよね。ではその7個にまとめた表を見ていきましょう。この表も後で使えるので、動画を一時停止してノートなどに書き写してみてくださいね。それでは1番のパッチムから見ていきましょう。このパッチムの音は3種類あります。子音では KG の音、K の音、そして KK の音でしたよね。
でも、これらの文字がパッチムの部屋に来た場合はどう読むのか。それは、くと読みます。どういうことってなりますよね。そうです。日本語にはパッチムという概念がないので、理解するのに時間がかかります。ですが、練習していくと徐々にできるようになってきますので安心してください。ではさらに、このパッチムを読むときの口の形を見ていきましょう。このくの音の口の形は、口が少し開いて、舌が喉の奥に移動しています。日本語を使い具体的に見ていきましょう。例えば、学校です。この学校のこを発音する直前で音を止めてみてください。そうすると、学となりますよね。そのくって音が一番のパッチムなんですよ。難しいですよね。でも大丈夫。後で練習していきますので、今は、へえ、そうなんやって感じで大丈夫です。では、もう少し説明していくと、子音としては図にあるように、それぞれ違う音を持っていましたよね。ですが、この3つの子音は、パッチムの部屋に来ることで、全く同じ音になるんですよ。不思議ですよね。これが初心者や独学の人を挫折させるポイントなんです。ですが、このレッスンを見たら絶対に理解できるようになるので、何度も動画を見直して理解していきましょう。では実際にハングルを読んでいきます。この左のハングルはどう読みますか？パープラスクでパ。真ん中もパープラスクでパ。最後の右のハングルも同じくパープラスクなんでパとなります。まとめると、子音としては音は違ったのに、パッチムになると同じ音になるということです。じゃあここでよく質問されるのが、同じ音ならどうやって意味を理解するのって質問です。それは前後の文脈で判断します。そんなん無理じゃないと思った人、大丈夫。皆さんも自然と日本語でやってますよ。例えば、パクソン仙人、他にもパク大統領などもそうですよね。パクの後ろに先生や大統領などがつくことで、このパクは名前のパクやねんなーってことがわかりますよね。では日本語でも見てみましょう。飴と飴はどうですか？皆さんは日本語を話していて、相手がどっちの飴を話しているのか迷ったことありますか？ないですよね。それと同じように、韓国の人も文脈で意味を捉えていますので、間違えることはないですよ。では次のパッチムに行ってみましょう。次は2番、3番、4番のパッチムをまとめて見ていきます。子音として見ると、N の音、M の音、無音の音でしたね。それがパッチムになるとどうなるのか。それは日本語で言う、の音になります。すなわち、ハングルは図にあるように、の音が3つ存在することになります。また難しいなーって思いましたよね。最初にも伝えたように、パッチムはクセモノです。簡単には理解させてくれないんですが、韓国語を話したい人には必ず必要なスキルですので、この動画を使って乗り切りましょう。では2番のパッチムから終わらせていきます。この N のの音を日本語で見てみると、例えば、心斎橋と言ってみてください。その時のの音が2番のパッチムの音なんです。口の形で見てみると、口が少し開いて、舌が前歯の裏に来てるのがわかりますよね。日本人からすると一番出しやすいの音です。では次に3番のパッチムです。この M のの音も日本語で見ていきましょう。例えば、ナンバと言ってみてください。この時のの口はどうなってますか？そう、口が完全に閉じてますよね。ここでわかるように、2番と3番のの音は実は違う音なんですよ。まだわかりづらい人のためにローマ字で見ていきましょう。心斎橋駅と難波駅を想像してみてください。そうすると、こんな表記がありますよね。心斎橋駅の方ののローマ字は N と表記され、難波駅の方は M で表記されています。そう、皆さんも自然とこの音を使い分けしてるんですよ。少しは理解できたんじゃないでしょうか。では、4番目のパッチムに行きましょう。
このパッチンも日本語ではんの音です。ですが、実際の韓国語ではどんな音になるのかを見ていきます。この音は実は日本語にもあるんですが、かなり難しい発音となっています。この音は子音としては無音でしたよね。ですが、パッチムになると NG のんの音と覚えてくれれば大丈夫です。これは口を開けたまま鼻から出すの音です。難しいので日本語で見てみると、電話の時のの音です。他にも、こんにちはなどのも同じ音になります。口の形を見てみると、口が開いて鼻からの音が出てますよね。少し鼻に振動があるのがわかると思います。この音は日本人が一番苦労する音ですので、何度も練習してマスターしましょう。では、2番、3番、4番を簡単にまとめておきます。2番は口が少し開いて、舌が前歯の裏に来るの音。3番は口が完全に閉じるの音。そして4番は鼻から出るの音と理解しておきましょう。パッチンもあと少しで終わりです。もう少しだけ頑張りましょう。次は5番のパッチンです。これも子音としてみたら図にあるように音に違いがありましたよね。ですが、パッチムになると同じプの音になります。そうです。1番で習ったパッチムと同じイメージですね。子音としては音が違っても、パッチムになると同じ音の仲間になります。ではこれも日本語を使って音を確認していきましょう。例えば、やっぱりと言ってみてください。ではそのやっぱりのパを言う手前で音を止めてみます。やっぷ。こんな音になりますよね。実際はプの音は出しませんが、プの音を出すイメージで発音していきます。口の形も見てみると、この音は口が完全に閉じてます。3番のパッチムと同じ口の形になってるはずですよ。では、2つだけ読む練習をしましょう。左の口の方から、イプラスプの音で、イ。右のハの方は、イプラスプの音で、イとなります。同じ音ですが、1番のパッチムで習ったように、意味は前後の文脈から判断していけると理解しておけば問題ないでしょう。次に6番のパッチムに行きましょう。これは簡単です。子音としてみると R として読んでましたが、パッチムになると小さいルと覚えてくれれば大丈夫です。これも2つだけ読む練習をしておきましょう。では、このハングルはどう読みますか？そう、い足するなんで、いると読みますね。2つ目は、す足するなんで、すると読めるはずですね。簡単でしょ？では、最後の7番目のパッチムに行きましょう。これで最後ですので安心してください。これもわかりやすく説明していきます。めっちゃ多いと感じると思います。子音で見てみると、多すぎて覚えられないですよね。でも大丈夫。私のレッスンでは覚えなくて大丈夫です。先ほどわかりやすく説明するって約束したので、私を信じて最後まで見ていきましょう。では、この7番のパッチムはどんな音を持っているのか。簡単です。すべて小さいツと覚えれば大丈夫です。簡単でしょ？では、最後に7番のパッチムを読んで終わりにしましょう。左から、はプラスツで、は。次も、はプラスツで、はとなります。さらにその次も、はプラスツで、はとなります。ただ実はこの7番のパッチムは、さらに勉強を進めていくと、不規則に音が変わるルールがありますが、今は小さいツと覚えれば大丈夫です。お疲れ様でした。これでパッチムの説明は終わりです。意外に簡単だったでしょ？さすがに1回でマスターできる人はいないので、何度か動画を振り返って勉強していきましょう。最後に、パッチムの1から7を2つずつ練習しますので、読んでみたい人はあと少し頑張ってくださいね。それでは行ってみましょう。まずは1番目のパッチムです。発音のイメージは、くという音でしたよね。では、国はどう読みますか？くたすくで、くく。次に、はプラスくで、は。2番のパッチムに行きましょう。
これは口が少し開いて、舌が前歯の裏に来るようにします。では、目はどう発音しますか？ぬプラスんで、ぬん。次に挨拶なら、いプラス n プラスさで、インサ。次に3番目のパッチムです。口を閉じたんの音でしたよね。では、春ならどう読みますか？ポたす m で、ポン。次にキムチは、キプラス m プラスチで、キムチ。日本語ではキムチは3文字ですが、韓国語では2文字になりますよ。では続けて4番目のパッチムです。このパッチムは口を開けたまま鼻から出すの音でしたよね。では食堂はしたすたすだたす ng で食堂。次にお兄さんも行きましょう。ひょうたす ng でひょんとなります。次の5番のパッチムは口を閉じてプを出そうとするイメージでしたよね。じゃあご飯はどうですか？パたすプでパ。お皿ならチョたすプたすシでチョプシとなります。6番目のパッチムに行きましょう。これは小さいルーの音でしたよね。ではソウルはソたすうたするでソウル。日本はいたするたすぼたす n でイルボンとなります。では最後の7番に行ってみましょう。7番のパッチムは小さいつと覚えれば大丈夫でしたよね。では服はおたすつでお。味はまたすつでまとなります。どうですか？ちゃんと読めましたか？パッチムはなかなかボリュームのあるところですので、1回で理解できない箇所もあると思います。何度も見直してマスターしていきましょう。次は連音化です。連音化は複雑な内容ですが、分かれば楽しいパートになります。では早速、その連音化というものがどういったものなのかを説明していきます。先ほどパッチムを習いましたよね。そのパッチムは実は連音化というルールがあるんですよ。これも初心者や独学の人にとってはなかなか難しいルールとなっています。ではこれを簡単に説明すると、書かれている文字と読まれている文字が違うってことなんですよ。さらにわかりやすくするために日本語で具体的に見ていきましょう。例えば京都です。ひらがなで書くと京都と書きますが、これを読んでみると京都となり音が変わってきますよね。誰も京都と読む人はいないですよね。他も見てみましょう。昨日はどうですか？書くときは昨日と書きますが、読むときは昨日と読みますよね。これも昨日とは読みませんね。そう、日本語にも連音化があり、皆さんも自然とやっていますので、ルールさえ覚えれば難しくないですよ。それでは連音化の中身に入っていきます。まず復習として、この韓国語を読んでみてください。一つずつ読むと、한국となりますよね。でも、連音化のルールに従って、韓国の人がこれを読むと、한국어となります。他にも、韓国で有名な食べ物のトッポギなどもそうです。では、この文字を読んでみてください。これも一つずつ読むと、と、と、いと読めますよね。でも、韓国の人がこれを読んでみると、トッポッキーとなります。最後の音がギーに近い音に変化しているのがわかりますよね。ではなぜ、イではなくギーの音になるのかを詳しく見ていきましょう。まず押さえてほしいのが、この連音化というのは前回のパッチムの続きの話です。パッチムにはそれぞれ音がありましたよね。さらに連音化というルールも適用されます。そしてこの連音化には2つのルールがあります。
この2つさえ覚えてしまえば読めてしまうので、しっかり聞いててくださいね。1つ目のルールが、パッチムは右の文字の子音の部屋に移動するというルールです。では先ほどのトッポギを使って見ていきましょう。1文字目のパッチム、KG は、隣の文字の子音の部屋に移動しようとします。でも、隣の子音の部屋には PB の子音がすでにあり、KG のパッチムは移動できない状態です。イメージとしては、移動したいけど、移動できないよって感じです。では、2文字目のパッチムを見ていきます。これはパッチムが2つありますよね。そう、KG と KG の同じパッチムが2つあります。このパッチムも連音化のルールに従い、右の文字の子音の部屋に移動しようとします。では、3文字目の文字の子音の部屋にはどんな音がありますか？そう、丸の子音ですよね。この子音は音がない子音でしたよね。すなわち、部屋が空いている状態なんです。ただ、ここで問題なのが、パッチムは2つあるのに、子音の部屋は1つしかないことです。ここで必要になるのが連音化の2つ目のルールです。2つ目のルールは、パッチムが2つあるときは、右側のパッチムが右の文字の子音の部屋に移動するというルールです。ですので、この2つのパッチムの右側のパッチムが移動することになるんですよね。このルールに当てはめて読んでみると、と、ぽ、ぎとなりますよね。これで韓国の人と同じように発音できますよ。簡単でしょ？ではまとめてみましょう。連音化のルールは、1つ目。パッチムは右の文字の子音の部屋に移動する。2つ目。パッチムが2つあるときは、右側のパッチムが隣の文字の子音の部屋に移動します。この2つのルールを覚えれば、連音化はほぼマスターしたと言っていいでしょう。それでは違う文字を使って練習してみましょう。韓国語で美味しいですはこう書きます。これも今まで通り読むと、ま、い、およとなります。ですが今回習った連音化を使った場合、正しい音はどうなりますか？一つ目の S のパッチムは右の子音の部屋に移動し、二つ目の二つの S のパッチムは右側の S のパッチムが隣に移動しますよね。大丈夫ですよね。そうすると、マシッソよとなります。どうですか？皆さんもこれで韓国人と同じように文字が読めるようになっているはずです。このように韓国語を読むには連音化のルールを理解する必要があります。ではさらに練習してみましょう。この文字はどう読みますか？そう。まず一つ目のパッチムは右の文字の子音の部屋に移動しようとするんでしたよね。でも部屋は一つしかないから右側の KG のパッチムが移動します。そうすると、いるごよとなります。意味は読みますという意味になります。それでは最後にもう一つ行きましょう。これはどう読みますか？もう簡単ですよね。右側のパッチムを移動させるだけ。これで、あんじゃよと読みます。意味は座りますという意味です。どうですか？ルールさえ覚えれば難しくないでしょ？さあ、連音化も後半戦です。もう少し頑張ってみましょう。それでは応用編で問題を解いていきましょう。これはどう読みますか？パッチムが右に移動しようとするけど、右の子音の部屋が空いてないので、R のパッチムも KG のパッチムも移動できない状態ですよね。これ無理じゃないってなると思います。ではこの場合、どのように読んであげればいいのか。このようにパッチムが2つある場合は、どちらか一方しか読めません。ですので、どちらかの優先順位を決めます。そのルールが前に習った子音が必要になります。確か14個ありましたよね。その子音の順番の早い方を優先して読みます。子音の順番なんか覚えてないよって人のために子音の表をもう一度見てみましょう。さっきのこの文字を見たときに、左のパッチムは4番目ですよね。
そして右側のパッチムは1番目ですよね。すなわち1番目のパッチムを優先して読んでいくので、R のパッチムは呼ばずに、これはイクターとなります。でも書くときはこのようになりますので注意してくださいね。子音の順番とは日本語で言う赤サタナと同じです。この順番を覚えてないと辞書を引くときやスマホでメッセージを打つときなどに迷ってしまうので順番は必ず覚えましょう。では最後にもう一つだけ練習しておきます。これはどう読みますか？動画を一時停止して考えてみてもいいですね。どうですか？できましたか？そう、左のパッチンも右のパッチンも移動できない状態です。その場合、子音の順番に従って優先順位を決めていくんでしたよね。子音の表で確認してみると、左のパッチムは2番目、右のパッチムは9番目。すなわち2番目のパッチムを優先して読んであげます。そうすると図にあるようにあんたと読むことができますよね。これは座るという意味になります。これが連音化のルールとなります。実は皆さんはすでに韓国語の7割ぐらいが読めるようになっているはずです。ですので残りの3割の最後の合成母音をマスターしてすべてのハングルを読めるようになりましょう。合成母音嫌い、わけわからんっていう人をよく見かけますが、私の合成母音のレッスンは、すごいって思うほど目から鱗のレッスン内容になってます。自然と合成母音が読めてしまうレッスンになってますよ。それでは最後の合成母音をレッスンしていきます。合成母音は苦手な人が多いパートになってます。なぜ難しいと感じてしまうのか。それは最初に習った基本母音10個ありましたよね。覚えてますか？それに加えて合成母音はさらに11個あります。この多さが初心者や独学の人を苦しめている原因なんです。基本子音10個？それ以外にもさらに11個合成母音ってのがあるの？ 10 足す11で合計21個？ということは新しく11個も覚えないと思うと無理かもって思ってしまうんですよね。でも難しく考える必要はありませんよ。実は覚え方があるんです。まず合成母音というのは読んで字のごとく母音が合成されているだけの話なんです。つまりすでに習った基本母音10個を組み合わせていけば合成母音となりますので、新しいハングルを11個覚えないとダメと思わなくて大丈夫です。覚え方はすごく簡単。基本母音を元に覚えていけば自然と読めるようになります。ではどのように覚えていくのかを解説していきます。まず合成母音11個を見てみましょう。何かいっぱいあってややこしそうに見えますよね。でも大丈夫。先ほど言ったように覚え方があります。例えばこのゲを見てみましょう。合成母音は基本母音を合成しただけのものと言いましたよね。ですので、この文字を解体してみましょう。そうすると、基本母音で習ったやプラスいに解体できますよね。もう一つ見てみましょう。このややこしそうなウェの音も同じように解体してあげると、うプラスおプラスいになりますよね。このように合成母音11個をすべて解体すると、すでに習った基本母音10個に当てはまるんです。すなわち新しい文字を覚えるわけじゃないので簡単なんです。でも、独学などをしていると、このポイントに気づかずに勉強を進めてしまうので、難しく感じてしまうんですよね。そして、この合成母音の最大のコツは、暗記しないってことなんです。暗記しないでどうやって覚えるのってなるんですが、暗記してしまうと逆に時間がかかってくるんですよね。では、本題に入って、合成母音の覚え方を詳しく見ていきましょう。まず覚えていきたいのは、上の4つの合成母音です。上の合成母音は日本語でと読み、下はと読みます。さらに詳しく見ていきます。では少し問題で、この4つの文字で共通しているある2つの線は何でしょう？そう、縦線2本が必ず入ってますよね。ではまずの音を覚えていきましょう。は縦線2本引いて、横線を真ん中か左に入れます。覚え方のコツとしては、まず共通の2本の縦の線を引いて、
A は一文字なので横線を一本。真ん中または左に引きます。11と考えれば覚えやすいですよね。では次にイの音です。これも覚え方は同じです。覚え方のコツとしては、まず共通の2本の縦の線を引いて、イは2文字なので横線を2本。真ん中または左に入れます。2と考えれば覚えやすいですよね。そして次によく質問されることがあるんですが、A とイは2文字ずつあるんですが、何か違いはありますかって質問です。答えは同じ音です。ではなぜ2つあるのか、どう使い分けるのかってことなんですが、例えば日本語で考えてみると、オタクってありますよね。その時に、オタクと書く人もいれば、オタクって書く人もいますよね。でも音は同じですよね。これぐらいの認識で大丈夫です。もう少し上手くなってくると、この時はこっちの文字、あの時はあっちの文字というルールがあるんですが、徐々に覚えてくれれば OK です。では続いて残り7つを見ていきましょう。ここら辺から少し複雑に見えますよね。でも実は簡単です。繰り返しになりますが、暗記しないっていうのがポイントになります。では一つずつ見ていきましょう。この和の文字ですが、先ほどと同じように基本母音にまずは解体してあげるんです。そうすると、お足すあですよね。これを早く読んでみると、おわ、おわ、わ、わになりますよね。どうですか？不思議ですよね。でも、基本母音を元に合成母音を覚えると自然と正しい発音になります。では、次の文字に行きましょう。これも同じように解体していきます。これは、う足すおですよね。これも早く読んでいきます。そうすると、うお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 になります。どんどん行きましょう。これは、う足す先ほど習ったえですよね。う足すえなんで、これも早く読んであげると、上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 となります。次に、これも解体してあげて、お足す先ほど習ったえですので、おえ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 となりますね。不思議ですが、ちゃんと読めてますよね。では次なんですが、これだけは要注意です。まず同じように解体してあげると、おプラスいですよね。じゃあこれも早く読んでみましょう。そうすると、おい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 。ウェーにはならないですよね。実はこれだけはウェーの音にはならないんですよ。つまり、この文字だけは一つ暗記してください。すいません。残すはあと2つです。では、この文字はどうですか？そう、う足すいですよね。同じく早く読むと、we, we, we, we になります。では最後です。この文字も、うプラスいなんで、早く読んであげると、うい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 になります。どうですか？意外に簡単だったでしょ？このように合成母音は基本母音を元に読んであげるだけで完成します。ただ例外としてこのおプラスいのウェの音だけは暗記してしまいましょう。それでは最後に合成母音を読んでレッスンを終わりにしましょう。では赤ちゃん。この文字はどう読みますか？えたすぎなんでえぎ。次に話です。どうですか？yeたすぎなんでyeぎとなりますよね。では、くださいはそう、ちたすせたすよなんで主せよ。りんごならさたすじの音にわを足すので少し難しいですがさごわとなります。他にも会社ならH プラスウェプラスサなんでフェーサー。最後に医者ならウィタッサなんでウィーサとなりますよね。お疲れ様でした。どうでしたか？意外に簡単だったでしょ？まとめてみると合成母音は基本母音を元に覚えてあげると暗記する必要はなく読めてしまうんですよ。
もしまだわからないところがあれば、何度も動画を振り返って勉強してみてくださいね。これで今回のハングルのレッスンは全て終わりです。皆さんは読めないハングルがないはずですよ。いやいや読まれへんやんってハングルがあった場合は勉強不足です。ですが、語学は不規則の連続です。このレッスンで習わなかった不規則の読み方などもまだまだたくさんあります。もしさらにハングルを極めたいという方は概要欄にあるハングルの不規則の読み方6選を徹底解説を見てみてください。さらに掘り下げて今回習わなかったハングルの不規則の読み方をレッスンしています。ですが皆さんは基本的にハングルは全部読めるようになってます。もし読めない文字があったらコメント欄で教えてください。このようにハングルを読めるとキムチチゲやトッポギ、サムギョプサル、さらにはタッカンマリなども全部読めてしまいます。食べ物の名前の発音は少し違えど同じですので、ハングルが読めるだけで旅行なども何倍も楽しくなりますよ。最後に皆さんの目標は何ですか？多くの方が韓国語を話したい、理解したいと思っていると思います。でも韓国語はまずハングルが読めないとスタートできません。ですので、この動画を使ってハングルをぜひマスターしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。